んばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。2月になりました。本屋大賞ノミネート作品が発表されましたね。皆さんは読まれましたでしょうか？私は青山美智子さんの人魚が逃げた、浅井亮さんの生殖記、阿部明子さんのカフネ、そして早見和正さんのアルプス石の母の4冊を読んでいました。浅井亮さんの生殖記はもう浅井さんワールド全開の口調とテンポが好きでしたね。面白さの中に自分の生きづらさってこういうことだったんだって思わせられる言葉も多くて、言葉にできなかった感情を見つけられたなと感じた作品でした。そしてテンポといえば阿部明子さんのカフネもこれもテンポが良くて、主人公たち2人が正反対なように見えて、それが逆にパズルみたいにぴったりはまっている感じがあって、この2人の掛け合いが好きでした。作品は社会問題や生きるということについて描かれていて、生きていくんだという気持ちの背中をそっと撫でてくれるような作品だったなと思います。青山美智子さんは4年連続ノミネートということで、今回の作品もつながりがとっても素敵で、人のつながりだったり作品のつながりだったりもありまして、思わず顔が緩んでしまいます。銀座が舞台となっていて、都会の雑踏も感じながらほんのり優しさに癒される作品でした。そして早見和正さんのアルプス石の母、この作品もね良かったんです。甲子園を目指す息子と母の二人三脚を描いた高校野球にかける親子の物語です。母親目線でも息子目線でも見れるんですが、高校野球小説を母親の視点で描いていて、部活の父母会とか世の中の親御さんたちはこうやって子どもたちの活躍を裏で支えてくれているんだなと感じると同時に、息子と歩む2度目の青春という言葉にももう胸がいっぱいになりました。ノミネートされた作品の中で私が読んだ本はどれも好きだったんですが、もうノミネートされただけで十分ですね。もうノミネートだけで嬉しいです。そして昨年1位を受賞した宮島みなさんの成瀬は天下を取りに行くの続編となる成瀬は信じた道を行くもうノミネートされましたね。面白いという噂はもうたくさん目にしましたが、まだ読めていないので、ぜひこれから読んでいきたいと思います。ここからは最近読んだ本を5冊紹介していきます。まず1冊目は岩井慶也さんの夜更けより静かな場所。昨年10月に出版された単行本です。読書会というと私もずっと気になっているんですが、まだ参加したことがないんですよね。皆さんはどうですか？参加したことありますか？参加してみたいなという気持ちもあって、住んでいる地域あたりで開催されてないかなとたまに探しているんですが、意外にというかなかなかないんですね。で、この本はそんな読書会の楽しさや本を読みたいと思うこと、そして自分の心に染みるような本との出会いって素敵だなと思わせてくれる一冊でした。少しあらすじを紹介します。大学3年生の吉野は夏休みのある日、叔父が営む古書店を訪れた。
何か私に合う一冊を。吉野のリクエストにおじは、愛と人生を描いた長編海外小説を勧める。あまりの分厚さに気乗りしない吉野だったが、試しに読み始めると、抱えている悩みに通じるものを感じ、ページをめくる手が止まらず、寝食も忘れて物語に没頭する。そして読了後、誰かにこの思いを語りたいと、古書店で深夜に開かれた不思議な読書会に参加する。この読書会に参加する6人のお話からなっていて、将来に希望を見出せずにいる大学生や、離婚して孤独を感じている女性、仕事に追われる男性、才能の限界を感じて夢を諦めた人たちなど、不安や後悔や挫折を抱えた人たちと本との出会いが綴られています。この好きな本に出会った時の誰かにこの思いを語りたいというのは感じている方も多いのかなと思います。私もそうですね。なのでこうして今動画で語らせてもらっているんですが、読みましたとかどうだったというコメントをいただくと、同じ本を読んでいる人いるんだとか、この人もいいと思ったんだっていうのはやっぱり聞けるのは嬉しいし楽しいと感じますね。で、作中の読書会では課題図書として本を指定して、参加者が同じ本を読んでどう思ったかを語り合うんですね。本の中に登場する本は実在する本だったり、著者の岩井さんが書かれた架空の本だったりするんです。で、最後のページには登場した本も紹介されているので、本を読みながら気になった本を探してみるのも楽しみですね。私も紹介やこの感想を見ながら読んでみたいなと感じた本が何冊かあって、自分もそこに参加している気分で読み進めました。作中にはこんな言葉があって、本の読み方は人の数だけある。だから読書会は面白い。もしかしたら私たちは常に家族や友人や職場の人と読書会をしているのかもしれない。課題図書は各々の人生だとあるんですね。その人にとって大切な一冊は、きっと本のメッセージの感じ方も受け取り方も違うと思うんですね。年代や境遇や自身の抱えている悩みや後悔といったものも本の内容と重ね合わせると、それぞれ見方が違うんだなと感じさせられるんです。そしてそれを読みながら改めてその本を読んでみると、気づけていなかった部分が見えてきたり、そういう視点からも読んでみようと思えるなと感じました。そして読書会といえば、直木賞にノミネートされた読む読む語るも読書会のお話なんですね。同時期に出版された本なんだそうですが、こちらもね、読んでみたいなと気になっています。ぜひ本が好きな方や読書会に参加してみたい方におすすめの一冊です。2冊目は村山由佳さんのプライズ。今年の1月に出版された単行本です。先月は直木賞受賞作の発表があり、今月は本屋大賞ノミネート作品の発表がありましたね。この作品がこの時期に出版されたのは、その賞にかける作家さんの思いや作品を選ぶ難しさを知った上で、受賞作やノミネート作品を見てほしいという思いがあるのかなと思いました。あらすじを紹介します。ライトノベルの新人賞でデビューした天羽海員は、3年後には初の一般小説を上梓。その作品で本屋大賞を受賞。以来絶え間なくベストセラーを生み出し続け、
ドラマ化、映画化作品も多数。誰もが認める大人気作家である。しかし彼女には何としてでも手に入れたいものがあった。それは直木賞という栄誉。過去に数度候補作入りするものの、選考委員からは辛口の選評が続いた。一体何が足りないというのか。果たして天羽会員は直木賞を獲得することができるのか。文芸を愛するすべての人に捧げる容赦ない作家小説とあるんですね。関係者の方たちがそれほどの衝撃を受けるようなリアリティなんだと思って、もっと知りたいと読む手が止まりませんでした。この作品で直木賞本屋大賞とはそもそも何なのか、どうやって選考して受賞まで決めるのか、その過程を知ることができるんですね。これまでも何冊か作家さんと出版社のお仕事小説というのを読んできたんですが、この作品はお仕事小説という言葉ではとどまらない人の欲求や誇り、執着といった面も垣間見えて、生々しいリアルさと衝撃がありました。この主人公のカインは作品への愛が大きいがゆえに、ちょっと狂気とも思えるほどの欲望と、そして葛藤、孤独感を抱えている人なんだなというのが、痛いほどにね、伝わってきました。作中には、なぜベストセラーを出し続けているのに、直木賞にこだわるのか、作家にとって直木賞とはどういう賞なのかという問いがありまして、それに対するこの主人公カインの思いが率直で、作品に対する愛情や人が持つ正直な欲求が綴られているんですね。で、この本では作家さんの思いだけではなくて、作家さんと編集者さん、そして出版社さんとの関係であったり、作家さんと書店員さんとの関係、そして直木賞の選考をする作家さんの考え方や、本を広めようとする書店員さんの思いも描かれているんですね。編集者との関係は信頼で成り立っていて、アドバイスや指摘をしたり、それを受け入れたりすることができると思うんですが、ただそこには執着が出てくると、それはもう一気に危うさになるんだなぁと感じさせられました。お互いが対等に尊重し合ってこその関係なんだなぁと思いました。著者の村山さんは、ご自身も小説すばる新人賞や吉川英治文学新人賞などの選考委員をされていらっしゃるんですね。で、インタビュー記事を拝見しまして、作品自体の面白さや完成度だけではなくて、作家さんの伸びしろとか今後への期待を込めて選ばれる作品というのがあるそうなんですね。で、この作品を選ぶことの難しさというのを実感されたそうでして、ご自身のこの経験が作品の中にも生かされているんだなぁと思わされます。作家さんをはじめ、本の出版に関わる人たちの思いも知れて、より一層本屋さんに行って、いろんな作家さんの本を読んでみたくなりました。この作品は本好きさんや本に関わる人たちに興味がある方におすすめの一冊です。3冊目は一色さゆりさんの音のない理髪店。この本は昨年10月に出版された単行本です。読んでよかったです。音が聞こえないことへの自分の認識の甘さや、いかに不自由のない生活を当たり前のように過ごしているかというのを実感しました。
そして愛情や優しさが人と人とをつなげてくれるのだと感じさせてくれる一冊でした。あらすじを紹介します。大正時代に生まれ、幼少期にろう者となった五森正一。日本で最初に創設されたろう学校理髪科に希望を見出し、当時前例のなかった障害者としての自立を果たします。正一の孫で作家の燕は、祖父である正一の半生を描く決意をし、ろう者の祖父母、幸田の父と叔母、そして幸田の娘である自分の3世代にわたる思いをつないだ物語です。この幸田というのは、音の聞こえない親を持つ、音の聞こえる子供のことを言うそうなんですね。私はこの本を読み始めた時に、この幸田という呼び方が不思議で、なぜわざわざ別の読み方があるのかなと思ったんです。で、調べてみると、音が聞こえる人を聴者というそうなんですが、このろうの親を持つ聴者の子供は、幼い頃から通訳の役目を担ったり、ろう文化と聴者の文化の両方を経験するために呼び方があるそうなんですね。この本は、ろう者の祖父母と幸田である父と叔母の過去が綴られているんですが、幸田を持つ親の気持ちと、ろう者の親を持つ子の気持ち。どちらの思いにも不安や苦悩や葛藤があって、それに加えてさらに人々の偏見とか心ない言葉に胸が締め付けられる思いでした。さらにそれだけではなくて、国の法律によってもね、道を閉ざされてしまうという事実を知り、怒りを感じながらも、何も知らなかった自分にも腹立たしさを感じながら読みました。この父の正一さんが理容師として自立するという道はとても険しくて、自分のお店を持てても差別や理不尽な嫌がらせにあったりと苦難の連続だったんですね。で、それでも祖父はお店を続け、家族を養い、子供たちを立派に育ててきたんです。そんな祖父の強さはどこから来て、どうしてずっと信念を持ち続けられたのか。祖父の過去が見えるたびに、誰かのためにと人生をかけて戦ってきた人たちがいることを教えてくれます。この本に出てくる音の聞こえない人たちが不自由に感じることについて、私は何一つ気がついていなかったんだなということに気づいて、自分の無知さを思い知りながら、こうして架け橋になろうとしている人がいて、彼らは一つ一つ自分にできることをつないできたんだと思うと、私にも何かできることはないかと考えさせられるお話でした。手話というのは言語なんですよね。英語を話せなくても何とか伝えようとするように、何とか聞き取ろうとしてくれるように、わからないから勉強してみようと思うこともあると思うんですが、そうやって同じように相手を知ろう、伝えようという気持ちを持っていきたいなと思います。この本を読んで2021年に公開されてアカデミー賞を受賞した映画幸田愛の歌という作品も見ました。こちらは4人家族で1人だけ聴者という歌うことが大好きな幸田の少女が主人公で、支え合ってきた家族がそれぞれの道に向かって進み始めるストーリーとなっているんです。家族だからこそのこの葛藤がこの音のない理髪店と重なっていて、幸田が抱える家族への愛とそれゆえの複雑な思いに
もう胸がいっぱいになりました。もうこの映画を大好きになりまして、もう何回も見ました。ぜひこの本が気になった方は映画も合わせて見てほしいと思います。4冊目は小川洋子さんのミーナの行進。こちらの本は単行本が2006年、文庫本が2009年に出版されています。第42回谷崎潤一郎賞を受賞した作品で、2024年にはアメリカのタイム誌発表の2024年の必読書100冊にも選出されています。英訳のタイトルはミナズマッチボックスなんですね。このマッチ箱というのはミーナにとっても主人公にとっても大切なもので、物語の重要な役割を果たしているんですが、この日本語版と海外版でタイトルの重点を置いているところが違うのも結構面白いなと思いました。英訳のタイトルを見たときに、なるほど、そこを見てるのかって思いましたね。読んでいて、この本は外国の童話のような、子供の頃に本を読んでワクワクした気持ちを思い出すような作品でした。温かくて優しくて懐かしいようないろんなものがキラキラして見える素敵な日々が綴られています。この作品は1972年のミュンヘンオリンピックの年の芦屋が舞台となっていて、主人公の智子は母親の事情で岡山から芦屋の叔母のお屋敷に預けられます。そこで一つ年下の病弱だけれど好奇心が旺盛で、それでいて聡明で本が好きな女の子ミーナと出会います。二人の少女と家族の温かな物語です。この本を読んで一段と小川洋子さんの作品が好きになりました。以前猫を抱いて象と泳ぐを読みまして、その本も美しい文章と不思議だけど温かい世界観が好きだったんですが、今回もとにかく登場する人物がみんな大好きでしたね。中学1年生の智子と小学6年生のミーナが2人だけの秘密を持ったり、智子が自分だけの秘密にしていたりとしていることがまた可愛らしくて、思いがけず持ってしまった秘密に悩んだり、何とかしようと試みたり、その時間の一つ一つが宝物なんだなと思えるような優しさにあふれています。作品の中では大きな展開というのはないんですが、お料理だったり、イベントだったり、恋や熱中するもの、もうそのどれもこれもが輝いて見えるんです。このお屋敷には女性陣が多いんですね。ミーナと智子、そしておばあさんにおばさんに家政婦さん。私はこのね、女性陣がみんな揃って何かをやっているという場面が特に好きで、言葉数が少なかったり、感情を表に出さなかったり、一見冷たそうな印象の方もいるんですが、愛情をもうたっぷりと注いでくれていることは見て取れて、優しさに包まれます。そしてこの物語を一層おとぎ話のように見せてくれているのが、家族で小人カバのポチコ。まだ小川洋子さんの作品は2冊目なんですが、それでも小川さんらしいと感じさせられる空気感をまとっているんですね。このポチコは。このポチコの仕草のどれをとっても可愛らしくて、もうただ普通に生活してるだけなんだけど、物語の楽しさをね、引き立たせてくれていると思います。作中には何箇所か挿絵が入っていて、
これがまた可愛いんですが、このポチコのお尻だけが載っているイラストもあるんですね。これがもうまあ可愛いんです。で、絵本を見ているようでもあって、短い文章の中にも心のこもった雰囲気がもうたくさん伝わってきます。家族と2人の少女が共にした時間というのは、時が経ってもいつまでも宝物であり続けることを教えてくれる一冊でした。大人はもちろん中学生くらいの年の子も楽しめる小説ではないかなと思います。静かでゆっくりとした読書時間を過ごしたい人におすすめの作品です。5冊目は伊予原慎さんのブルーネス。こちらの作品は単行本が2016年、文庫本が2020年に出版されています。また、伊予原さんの作品で好きな本と出会いました。もうこういうお話はまあ好きなんですよね。今回は今まで読んだ伊予原さんの作品の中でも特に研究色の強いお話となっています。なんですが人間ドラマももちろんあって、逆境に立ち向かう人たちの信念と周りも巻き込むようなその情熱に胸を打たれます。ここであらすじを紹介します。東日本大震災後、地震研究所を辞めた順平は、学会で異端児扱いされる武智に津波監視システムの実現に手を貸してほしいと誘われる。海洋工学や観測機器などのエキスパートだが、個性が強すぎて組織に馴染めないはみ出し者たちと、順平は前人未到のプロジェクトに挑む。研究者の情熱ほとばしる科学エンタメとなっています。研究色は強めなんですが、熱い人間ドラマがあって、まさにエンタメ小説という面白さがありますね。ちょっと専門用語というか、システムの仕組みについてなど難しい用語も多々あるんですが、私は心の中で読むのをちょっと難しくてゴニョゴニョっとなっちゃった部分もあるんですが、読めなくても全然問題なしです。研究というそのものの面白さと、困難にぶつかっても何度でも立ち上がるその姿にもうどんどん読む手が進みます。伊予原さんの作品はこの研究とか実験と人間ドラマのバランスがね、もういつも絶妙ですね。このはみ出し者たちはエンジニアや工事士の研究家、シミュレーションを作るプログラマーとそれぞれの分野で専門知識を持った人たちなんです。それぞれちょっと喧嘩っ早い感じの女の子だったり、秀才なんだけど秋っぽい学生とか、もう本当に何者っていうサーフィン好きのおじさんだったり、ちょい癖があって、でもなんだか不器用なんだけど研究者である彼らは、東日本大震災で重いものを実は背負っていて、忘れてはいけない、繰り返してはいけない、なんとかして次につなぎたいという強い思いを抱えているんですね。今回は津波監視システムというものが題材となっていて、作品自体はフィクションなんですが、このシステムにはモデルがあるそうなんです。作中には東日本大震災での現場を振り返っていたり、当時の状況だったりが綴られている場面もあって、読んでいてたびたび胸が詰まる思いにもなるんですが、研究者の方たちが今この時も研究を続けて、何度も試行錯誤を繰り返しながら命を守るために全力で取り組んでくださっているんだなぁと感じさせられる作品でした。
作中には本当に大切な命の1分間ですという言葉があるんですね。日常で過ごす1分って本当に短いあっという間の時間ですよね。だけど逃げるための1分というのはとても貴重な時間だと思います。その時間を作るためにいかに正確に早く予測できるか、この研究者たちの思いと努力に心を動かされます。湯原さんの作品が好きな方や研究者の世界に興味がある人にもおすすめしたい一冊です。今回は最近読んだ5冊を紹介しました。ぜひ気になった方は手に取ってみてください。今回ご紹介した本は先月買った本なんですが、もうどれもこれも読んでよかったですね。ますます読書が楽しいと思えて、また次々に読みたい本が増えてきました。今月はちょっと遠出をして本屋さん巡りをしたいなと計画しているところなんですが、本屋さんでこれという一冊と出会うのが楽しみです。皆さんもいい読書時間をお過ごしください。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。